皆さんこんにちは。第5回音会仲間コンサートにお邪魔させていただいております音会講師ヤマハミュージックスクール講師吉松千鶴子です。皆さんお元気になさっていらっしゃいますか？今日の音会仲間コンサートのテーマは観覧車です。音会を一言で言うと観覧車と言った生徒さんがいらっしゃいました。観覧車が持つこの動き、景色の変化だったり気持ちの変化だったり、そんな曲が聴けるような気がします。1曲目は旅先にて。これは川の動画の曲です。この動画を見た時に水しぶきだったり川の流れ、これは勢いがいいんじゃないかとか、空気がとっても澄んで気持ちいいところなんじゃないか、いろいろな想像されていたと思うんですけれども、今日選曲された方はここから癒しの気持ちをお選びになりました。原曲はピアノのアルペジオが大変効いた、川の流れの力強さもあるんですけど、とっても癒されたゆったりした曲でした。ですが今日のアレンジは8分の6拍子のギターのバッキングが効いたとっても心地よい曲でした。また全然違う川の流れに聞こえたんじゃないでしょうか。皆さんこんにちは。株式会社アマデウスコード音楽 IP マネジメント事業部長の北川亮です。今日、音会仲間コンサートで使用する楽器はこちらのマーチンの D28 という楽器です。今回は弦がですね、これもマーチンの弦でレトロシリーズというのがあるんですけども、レトロシリーズの1弦が13という太めの弦のセットを貼ってます。普通のアコースティックギターの弦よりも少し落ち着いた感じの弦です。コード弾きにもソロ弾きにもどっちにも適しているような弦を今回選んで使ってます。ピックはですね、今日はこのナイロンのピック使ってます。今回は厚めのナイロン。でもどちらかというと柔らかめの部類には入ると思うんですけども、この弦とこのナイロンのピックの組み合わせで今回コンサートやってます。このギター、フォークギターの代表的な楽器なんですけども、ボディっていうこの箱の部分がですね、すごく分厚い楽器になってるので、低音がしっかり出る楽器なので、そういったあたりも聴いていただければと思います。コンサート最後まで楽しんでください。皆さんこんにちは。株式会社アマデウスコード音会事業部の国母則道と申します。今回使用するギターはですね、第2回の音会仲間コンサートで使ったこのクラシックギターになりますね。日本人のルシアが作ったクラシックギターになります。今回使う弦はですね、メーカーがオーガスチンっていうところのリーガルっていう弦を使ってます。リーガルはですね、この1、2、3弦の弦と4、5、6弦の弦で違うものを使っている組み合わせのセットになります。リーガルはオーガスチンの弦の中で一番ハイテンションと呼ばれているテンションが強めのものになるので、生音が大きくなります。アタックも強くてしっかりと艶がある音が出ると言われている弦になります。今日はもう一人の北川さんのギターがスチール弦できらびやかな音がするのに対して、このナイロン弦のギター結構柔らかい音がしますので、その対比としてあったかい音とちょっとキラキラなシャープな音がする、コントラストっていうのを今日は楽しんでいただけたらと思っております。ピックを紹介します。ジム・ダンロップのピックなんですけども、エリック・ジョンソンモデルっていうタイプのピックになります。ヴィンテージジャズ3っていうのがあって、それがもう作られてないんですけど、復刻させたと呼ばれているモデル、カスタムナイロン製と呼ばれていて、今の現行のものと若干材質が違ったり、薄さとかが少し違ったりとかっていうのがあるんですが、すごく柔らかい音がするピックになります。では、今日の音会コンサートも最後までお楽しみください。
2曲目はスイートラウンジです。これは皆さんもとっても印象が強かったモンドリアンの課題だったと思います。70年代を意識したこの時代に流行った音楽ですとか、それからファッション、モード、これを本当にいろんなことを思い出されて曲にされた方が多かったことを大変覚えております。この曲はですね、大変ジャジーなピアノのトリオだったと思うんですけれども、今日はギターで聴くことができました。ギター2本でもピアノとそしてドラム、それからベースが鳴っているような臨場感のある大変軽やかで聴きやすいギターの演奏でした。非常に新鮮に聴くことができました。皆さんはいかがだったでしょうか。3曲目はおもちゃの街の大行進です。これの課題は犬の課題だったんですけれども、お選びになった方は犬と
遊んだり戯れている様子を音楽にされたんではないかなと思います。原曲はいろんな楽器が出てました。ブロケンですとかシロフォンですとか、大変楽しい打楽器が入っていましたね。今日はその打楽器に負けないタンバリンの演奏が入ってましたね。ギターのツインとタンバリン、ここまで曲が再現されると思わなくて、非常に楽しく聴くことができました。
第4曲目、再会の予感です。これは、日々これ口実の課題についてお選びになりました。もともとの曲、私は非常にフォークソングのイメージがとっても強くて、そしてそのメロディーがとっても懐かしい感じで、非常に印象に残った曲だったんですね。今日どんなアレンジだったか皆さん覚えていらっしゃいますか？ボサノバで全然違うアレンジでしたね。こんなアレンジもあるんだと思って非常に感動しながら聴きました。音階ってもうまさにこれだな。同じメロディーや同じ楽曲でもアレンジによって聴き方や受け取り方が違うっていうことを本当にこの回で気づかされた曲です。大変かっこいいアレンジでしたね。個人的に私好みでした。
5曲目はそよ風と口笛でした。この曲が相田みつをさんの課題。本当に口笛でなんかメロディーを歌ってるような曲だったと思いますよね。タラタラッタンって、この課題が力を抜いて軽やかに勢いをってなんか言われてるような、そんな曲に聞こえました。今日ギターのツインでこういうアレンジもあるんだな。2ビートでバウンスでこう揺れたり手拍子したくなるような、とっても楽しい曲と思って聴いてました。皆さんはいかがでしたか？6曲目、ホワイトサイレントドリーム。この曲は白川郷の課題でお選びになった方の曲ですが、クリスマスっぽいオルゴールの音のような、グロッケンのような、とってもベルが聞こえてくるような、雪にぴったりな曲でしたね。私もこの曲を聴いていつもクリスマスを思い出していたんですけれども、今日のアレンジなんですが、こうやってトレモロで素敵なメロディーが鳴っていたの覚えてます？トレモロっていうのは昔禁じられた遊びでやってたようなトゥル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 っていう奏法なんですけれども、こんな奏法で今日アレンジされるんだと思って非常に新鮮な気持ちで聴くことができました。曲がこんなになってしまうんだな、またなんか感じ方とか聴き方が変わってしまうなと思って、音階の楽しさっていうものをまた思い出させていただける曲でした。
最後の音階パレード、今日は全然アレンジが違いましたね。16ビートに聞いたとってもかっこいい、ファンキーな曲に仕上がってましたね。今日の音階のテーマは観覧車。観覧車は一周する間に、いろいろな景色の変化を見ることができて、最後にまたスタート地点に戻ります。これまさに音階だなっていう感じがするんですけれども、いろんな変化を見るたびに気持ちの変化だったり考えも変わっていく、そして考えも変化していくっていうところがすごく感じられたコンサートでした。今日で第5回目のもう音階仲間コンサートになったんですけれども、だんだんいろんなことがですね変化していって、次回はどんな楽器が参加されるんだろうとか、そしてどんなアレンジになっていくんだろう、毎回楽しみになってきました。前回はイタリアの雰囲気、今日はフランスの雰囲気のするこちらのカルムさんでした。フランスの素敵なエスプルな雰囲気がとっても出ていた音楽会だったのではないでしょうか。ね、いろんな会場でこれからもコンサートやるんですけれども、第6回も、YouTube 配信、皆さんも楽しみにしててくださいね。はい、ではまた皆さんお元気で、さよなら。